はいどうも皆さんこんにちは。今回は東北戦争についてお話ししていきます。東北の重鎮である会津藩は京都守護職という立場上、これまでに幕府に反抗する人々をたくさん弾圧してきました。しかし新政府軍が官軍、旧幕府軍が賊軍となると、その立場は逆転します。新政府が旧幕府の会津を討伐するという構図が出来上がるのです。この会津藩に同情した東北諸藩が同盟を結び、新政府に対抗していく、この戦いが今回お話しする東北戦争です。それでは東北戦争の全体像が分かったところで、詳しいお話をしていきましょう。1868年、鳥羽・伏見の戦いから始まった戊辰戦争は、新政府軍対旧幕府軍の構造で始まりました。この時に新政府は東北諸藩に対して旧幕府を討てと命令しています。江戸の旧幕府を挟み撃ちにするつもりだったのです。しかし東北諸藩はこのまま新政府に味方していいのだろうかと考えていました。なぜなら新政府軍は会津藩を朝敵と認定し、徹底的に潰そうとしていたからです。長州藩は朝敵の汚名が消えたのに、なぜ会津だけ朝敵扱いされるのだ。そのような疑問が東北諸藩の中に浮かんでいました。さて、その頃新政府はどうしていたかというと、日本各地に使者を送り、新政府に従うように要請していました。もちろん今回の動画の舞台である東北地方にもその使者は送られており、東北地方には九条道隆をリーダーとして、副リーダーには長州出身の世良修造という人物が送られていました。この世良修造がなかなかの強硬派で、無理やり兵を出すように東北諸藩に要請するなどして反感を買っていきます。仙台米沢藩は会津藩を助けてあげてほしいと言って新政府に寛大な処分をお願いしていますが、世良修造はその話を一周、東北の人たちに嫌われていきました。一方、標的とされている会津藩では増平片盛が会津に戻って謹慎生活を送っており、新政府に対して恭順の意を示していました。しかしそれは表向きのことであり、裏では兵の訓練を行ったり、軍政改革を行ったりしています。つまり武備強順、以前長州藩が行った作戦を今度は会津藩が行っていたのです。この軍政改革で会津藩は西洋式軍隊を導入、17歳以下の白虎隊、18歳から35歳までの朱雀隊、36歳から49歳までの清流隊、50歳以上の玄武隊が作られます。実戦に参加するのは朱雀隊と清流隊で、若い白虎隊と年を取った玄武隊は予備隊とされていました。会津藩は彼らに銃を与えて訓練をし、戦いに備えていったのです。新政府軍の標的にされたのは会津藩だけではありません。庄内藩も標的にされています。その理由を説明するためには少し話を戻さなければなりません。以前の動画でお話しした江戸で結成された浪士組が京都に到着して分裂し、京都に残った人たちが新選組となり、会津藩の下で京都の警備をするようになったという話を覚えているでしょうか。その時は分裂したもう片方の話はしませんでしたが、彼らは新朝組と名乗り、庄内藩の下で江戸の警備をするようになっていました。例えて言うならば新選組の江戸バージョンですね。この新朝組が江戸薩摩藩邸を焼き討ちにしたので、新政府軍は庄内藩を標的にしていたのです。つまりこの時の状況は、薩摩藩が庄内藩を恨んでおり、長州藩が会津藩を恨んでいるという状況です。しかしそうなると、薩摩と長州は朝廷の権力を重に来て、会津と庄内への恨みを晴らそうとしているだけに見えます。こうして東北諸藩は新政府に対してさらに疑いを深めていき、会津と庄内は同盟を結んで抵抗を約束し合ったのでした。こうして新政府に対する疑いを強めた東北の諸藩は、重臣たちを白石に集めて会議を開きます。この会議で東北諸藩は戦争に加わるのではなく、戦争を止める方向に決定。会津、庄内と新政府の間に入り、戦争回避に向けて動き出します。彼らは新政府の九条道隆に戦争をやめるようにと嘆願書を提出。九条道隆も嘆願はもっともであると返事をします。会津藩の赦免が受け入れられ、戦争を避けることができるかのように見えました。しかしその後、嘆願は却下されてしまったのです。なぜかというと、世良修造の存在が関係していました。九条道隆は穏健派だったけれど、世良修造は強硬派だったのです。役職的には九条道隆の方が上ですが、
あくまでも彼はお飾り。実権を握っていたのは世良修造だったので、世良修造の意見に逆らうことはできません。こうして世良修造によって会津藩赦免の嘆願は却下され、東北諸藩は起こります。そしてとうとう戦争が回避できないのは世良修造のせいだと考えた仙台藩士が世良修造を暗殺してしまうのです。こうなると後戻りができません。新政府軍の参謀を殺したことにより、東北諸藩と新政府の関係は悪化してしまいます。東北諸藩は新政府に対抗すべく同盟を締結。これが奥羽列藩同盟です。後にこの同盟には北越の諸藩も加わって奥羽越列藩同盟と呼ばれるようになります。こうして始まったのが東北戦争です。新政府軍は奥州街道の白川口、太平洋側の枚方口、日本海側の越後口から進撃を開始。その中心となったのが白川口でした。白川は昔から東北の玄関口の役割をしており、会津藩はこの白川にあった小峰城に目をつけて、ここを拠点として新政府軍を迎え撃つ作戦を立てたのです。白川で新政府軍を迎え撃った同盟軍は、最初は善戦していたものの、新政府軍の軍勢はこれまで戊辰戦争を戦い抜いてきた部隊です。経験の違いがありました。そのうち左右の用地を占領されてしまい、結局防ぎきれず白川は新政府軍に攻略されてしまいました。このように同盟軍の軍勢が白川小峰城に気を取られている隙をついて、新政府軍は二本松城を攻撃します。この時二本松藩の主力部隊は他の戦場に出兵しており、二本松城にはほとんど兵がいなかったのです。そこで急遽駆り出されたのが二本松に残っていた老人や少年だったのですが、圧倒的な新政府軍にはかないません。二本松は新政府軍に占領され、ついに新政府軍は会津藩へ狙いを定めていきます。新政府軍が目をつけたのは母成峠でした。ここを突破して一気に鶴ヶ城に攻め込もうとしたのです。こうして母成峠で戦いが勃発。守りを固めた同盟軍も侵入を防ぐために抵抗しましたが、霧で敵の発見が遅れたことも災いして、進軍を続ける新政府軍を前に同盟軍は壊滅。母成峠の突破を許してしまいました。そのまま新政府軍は会津へと進軍。その途中には16橋という橋があり、会津藩はここの橋を壊して時間稼ぎをする予定だったのですが、新政府軍が休憩をほぼ取らずに攻め込んできたため、橋を壊せず、新政府軍に16橋を占領されてしまいました。この頃会津でもすでに主力の軍勢を各地に派遣していましたので、防御に出せる兵がいませんでした。こうして投入されたのが白虎隊です。16から17歳の少年で編成された白虎隊は、当初は戦闘要員ではありませんでしたが、人が足りなかったため前線に派遣されたのです。夜が明けると新政府軍は攻撃を開始。白虎隊も必死に応戦しましたが、新政府軍の攻撃の前では通用しません。壊滅してしまい退却しました。その後白虎隊は洞窟を抜け、なんとか飯盛山に到着しましたが、その少年たちの目に飛び込んできたのは燃え盛る会津若松の城下町でした。若松城が落城した。もはや帰る場所はない。そう考えた白虎隊士20名は、このまま生き恥をさらすならばと飯盛山で自陣。幼い19名の命が失われました。しかし戦いはまだ終わっていません。実は白虎隊士が見た火災というのは城下町の火災。鶴ヶ城はまだ落城していなかったのです。こうして会津藩はこれ以降も新政府軍の攻撃を耐え続け、1ヶ月にわたって鶴ヶ城で籠城し、抵抗を続けていましたが、その間にも数々の悲劇が起きています。女、子供、老人は自分が生きていても戦えない。生きていたら兵糧を浪費するだけだ。と考えて多くの人が自害、凄惨な集団自決が繰り広げられます。しかし持久戦になると新政府軍は有利です。続々と援軍が集まってきて鶴ヶ城天守閣を砲撃。昼も夜も関係なくたくさんの砲弾を浴びせました。その間にも仙台藩や米沢藩など奥羽越列藩同盟の中からも降伏する藩が続出し、会津藩は孤立無援の状態に追い込まれてしまいます。こうしてついに会津藩も白旗を掲げ、城を明け渡して降伏。長きにわたった東北戦争はついに幕を下ろすのです。さていかがだったでしょうか。8200人余りいるとされる戊辰戦争の死者ですが、その3分の1が会津藩の人々だったと言われています。
会津藩にとってはそれだけ過酷な戦いだったのでしょう。こうして東北地方の戦いは終結し、なお抵抗を続ける人たちはさらに北側、蝦夷地へ向かっていくのです。ということで次の動画では函館戦争についてお話していきます。それではまた次の動画で。